皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、現金給付どうするのかといった問題が自民党、公明党との意見の隔たりが出てきているので、これを取り上げていこうと思います。2019年末、中国から始まった新型コロナウイルスの問題というものは、2020年、2021年とまだまだ続いている状態です。新型コロナウイルスによって命を奪われた人、健康を損なった人たちというものが世界中に出ているのに加えて、経済的な打撃もまだまだ尾を引いている状態です。特に日本においては新型コロナウイルスの被害というものも当然あったわけですが、それ以上に今問題となっているのは経済的な打撃が世界中の国の中でも非常に長い後遺症となって出ている国です。ですから現金給付というのはそうした意味において経済的な回復の一つの政策として、また実際問題経済的に今困っている人たちを助けるための救済策としても十分検討に値する策です。では自民党、公明党とでどのような考え方の違いがあるかニュースを見ていきましょう。公明党、基本的には現金。18歳以下に一律10万円。公明党は衆議院選挙の公約に掲げた18歳以下の子どもたちへの一律10万円相当の給付について基本的には現金との新たな考えを示した。公明党北川中央幹事会会長、卒業とか入学とかそういうシーズンがすぐやってくる。経済的にお金が必要な時に現金として給付をしていくのが一番適切。公明党は18歳以下への1人一律10万円相当の未来応援給付を掲げていた。現金と特定することにより速やかな給付を目指す狙いで近く首相官邸に申し入れるとしている。公明党の案に対して岸田首相はこのような考えを示しています。給付金与党と調整急ぐ。丁寧に国会論戦。岸田首相は2日午後、COP26 出席のため、イギリスでの記者の質問に答えました。新たな経済対策を今月中旬に取りまとめる方針を重ねて示した上で、新型コロナウイルス感染拡大で打撃を受けた生活困窮者らへの給付金支給について、帰国後、早急に与党と調整を行いたいと述べ、金額や対象者など具体化を急ぐ考えを表明した。首相は今後の国会論戦に臨む姿勢として、衆院選挙中も訴えていたコロナ対策、経済政策、外交、安全保障などについて野党と議論していくと説明。私の政策について野党、国民に理解いただけるようしっかり説明し、丁寧な議論を行っていきたいと強調した。新型コロナウイルスの問題によって一番どこに打撃が来ているのかは自殺者の傾向から見えてきます。女性の自殺 15% 増7000人、非正規拡大が一因、全体は11年ぶり増。2020年の女性の自殺者数は前年より935人、15.4% 増え、7026人だった。男性が微減だった一方で、女性が大きく増え、全国の自殺者数が11年ぶりに増加に転じることにつながった。2021年版の自殺対策白書では、特に働く女性らが追い詰められている実態も明らかになった。2020年の自殺者数は2万1081人。このうち男性は1万4055人で、前年より23人減った。女性が前年より増えるのは2年ぶりだった。2020年後半には、有名人の自殺報道の影響とみられる自殺の増加もあった。白書では2020年と過去5年の平均値を比較してコロナ禍の女性たちへの影響を調べた。データを比べると働く女性の自殺が増えていた。職業別で最も増えたのは非雇用者、勤め人で381人増。次いで学生生徒は140人増だった。逆にその他無職者は98人、主婦は70人、それぞれ減少。原因別で見ても勤務問題が過去5年平均より 34.8% 増えていた。コロナ禍で雇用環境が悪化し、非正規雇用で働く人の雇い止めやシフト減が起きた。総務省の労働力調査によると、働く女性の 53.7% は非正規雇用で経済状況の悪化につながった。厚生労働省は新型コロナの感染拡大による労働環境の変化が自殺者の増加につながる要因の一つと考えられるとしている。現金給付という政策については低評価をする人たちもたくさんいます。というのも2020年安倍政権が行った現金給付においては様々な問題があって決して十分に機能したわけではありませんでした。というのも2020年の段階、この時大きな問題となったのは困っている人たちに対して渡すのが良いのではないかといういわば正論に対して、いやいや今誰が困っているかなんて調べるのにものすごい膨大な手間と
時間がかかってしまうから、その理想論は現実とそぐわないといった議論などが結構白熱したのです。実際問題、新型コロナウイルスのそのきっかけとなったのは2019年末であり、2020年において国家として情報を持っていたのは新型コロナウイルスの影響がない2019年の所得情報でした。ですから2020年のその年内において今すぐ困っている人にというその今すぐが誰なのかといったことは現実問題として調べるのは非常に困難だったわけです。そのために一律給付という形を取ったわけですが、しかしそこにも問題がありました。経済的な問題として言えば、みんながみんな自粛しましょうねといういわばお金を使うような行動といったものを控える状況において、多くの人たちが結局のところそのお金を使いそびれるような形で貯蓄額が増えるという現象が起こりました。もちろん生活に困っている人たちは10万円給付に対してこのお金を使ったでしょうが、しかし現実問題として日本全国全体として見た場合においては、新型コロナウイルスの影響によって困った人よりもむしろ10万円給付を受けるような経済状態の中で貯蓄が増えるような人たちの方が多かったというわけです。そのようにして前回行われた現金給付に対して低い評価が下る一方において、今回はちょっと事情が違うと私は思っています。なぜならば今は2021年の11月年末と言っても良い状況です。ですからもうすぐすれば皆さんの2021年の所得は確定します。また少し遅れて所得税の申告なども含めて、それによって今年の収入がどうなっていたかはほとんどの人が定まることになります。ですから一体誰が本当に困っているのかというのを正確な情報として国家としても見ることができるわけですから、生活困窮者の人たちに向けてしっかりとお金を払っていこうというその意思と情報の2つが揃うことができます。そういった意味において私は公明党の案に対してははっきりと反対です。なぜならば18歳以下の子どもたちに一律で配るんだというその政策の意図というのは非常に不明確だからです。確かに子育て世代の人たちに対して今現金を給付すればその生活を助けることにはなるでしょう。しかし本当に困っている人かどうかという論点から言えば、自殺している人たちのその実数から見ても子供のいるいないといった情報よりもむしろ性別であったり働き方などによって非常に経済的に揺らいでいる人たちこそ経済的な支援が必要なそういったカテゴリーとなります。ですから全体としてふわっと聞こえる岸田総理の生活困窮者の人たちを助けるという言葉というのは基本的には今合っている言葉であり、一体誰が生活困窮者であるかというのを探るのには国会での論戦などを踏まえれば非常に時期としては良いタイミングだと思います。しかしそうした一体誰が当てはまるのかなというのを選別しているよりも、国民に対してまずは一律現金給付を行ってしまって、その後において高所得者の人たちに対しては来年10万円ちょっと返してねというような形を取った方が良いかもしれません。その方がよほどお金の回りは早いはずです。その時に国会の中でじゃあ高所得者の人たちってどの人なのというところで、年収が600万円なのか700万円なのか800万円なのか900万円なのか、どのラインから10万円を返してもらうかは議論すれば良いでしょう。またこの現金給付というのは困っている人を助けるんですよという意味合いにおいては、どのくらいの収入の人たちかといったところを基準にして考えるのは私は良いことだとは思うのですが、一方において日本経済を一気に回復させるんだといういわば景気対策として考えるのであれば、もっとやり方は他にもあります。例えばお金を配るといった場合においては、じゃあお金を使わずに預金しよう貯金しようといった人たちも結構いろいろいるものです。ですから景気回復を助けるための現金給付という考え方をするのであれば、腐るお金の使い方といったことも良いかもしれません。腐るお金というのは基本的には消費期限が設けるというものです。そのやり方として今アイデアとして挙げられているものとしては、マイナンバーカードを利用して現金として使うこともできるポイント配布といった方法です。今回の政策で言えば現金給付を一律10万円といったものをまず実施して、その後において景気回復を考えて消費期限付きのポイントをもうさらに10万ポイント配りますよといった政策などを行えば、多くの人たちにとってはまずは生活資金として使えますし、それ以上にいずれは使わないとなくなってしまうポイントをどこかで使おうという一時的な特需というものが生まれることとなります。もちろん特需というのはいずれやってくる需要の先食いなので結構副作用もあるわけですが、新型コロナウイルスの問題で経済的に打撃を受けた日本の場合だと、ある程度先食い需要をしたとしても今を乗り切ることが結構大事な時期でもあると私は思います。というわけで今回は現金給付のお話でした。公明党の掲げている18歳未満一律10万円と
いう案、もしくは岸田総理の掲げる生活困窮者対象の10万円という案、それ以外の方策など様々なアイデアがこの政策には意見があると思います。皆さんはどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画が見合ったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。